トレカとか絵本とかちっちゃいものもたくさんあるので、数千アイテムあると思います。もう人生をより豊かにしてくれた本当に大切な存在。ケチャップマスタードアメトイマニアのルーナです。ベビタピのマネージャーをやらせていただいております。アメトイを中心に自分が好きなものを動画投稿毎日してます。今日の服装はおもちゃの一部になるようなカラフルなお洋服を選びました。帽子もちなみに回ります。改造したところがたくさんあって、例えば床の白黒のタイルはホームセンターで買って彼氏と一緒に引き詰めたりとか、あと棚も木を切って色をつけたり、ドアも色をつけたり、後ろの部分はクローゼットあったんですけど、勉強机ボンって入れ込んだりして、ちっちゃい時から使ってた勉強机で、こことかも100均で買ったキッチンの油を避けるシートみたいなやつを貼りました、切って。まずはパワーパフガールズゾーンです。パワーパフガールズの好きなところはビジュアルがとにかく可愛くて、こんなちっちゃい体で敵に向かって戦うところがかっこよくて大好きです。一番のお気に入りがこちらのオクティというぬいぐるみがお気に入りです。この子は最近全然見かけなくて、メルカリでずっと保存して投稿されるのを待ってやっとゲットした商品です。白い部分とか上のフレームとかはあんまり見えないようにしたくて、できるだけ引き詰めて飾ってます。次がグレムリンコーナーと ET コーナーです。この何個かはお母さんがもともと持っていたもので、そちらをちょっと引き継いで飾らせていただいております。この子が特に ET コーナーでお気に入りで、お腹のボタンを押すとこんな感じで動きます。このギズモさんも動いて、ちょっと本当は踊るんですけど、歌を歌ってくれます。こういうトーキングトイがあるのは大好きです。箱の上に置いた方が段差があったりとか可愛くなるのもそうなんですけど、そもそもアメリカのおもちゃって箱が可愛いものが多くて、そのまま飾りたいって思うものがたくさんあるので、そのまま飾ってます。下の段が ET がダーッとあって、上がファグラーっていうおもちゃがあって、そのファグラーっていうおもちゃのキャラクターコラボのものがダーッと並んでおります。ファグラーというのは可愛いキャラクターが気も可愛くなったぬいぐるみみたいな感じです。リアルな歯が入ってたりとか、ちょっとギョロッとした目があったりとか、そういうちょっと気持ち悪いやつが好きで、めちゃめちゃ最近ハマってます。下はちっちゃいものをまとめました。できるだけデコボコ感を作れるようにはしてます。大きくしてちっちゃくして大きくするとか、そうすると遠くから見た時に見やすいかなと思います。この壁ゾーンはアメリカのお菓子とかを中心に飾ってます。もともとチョコレートが入ってた空箱とか、ガムが入ってた空箱とか、そういうものをここに飾ってる感じです。あとはピープスとかサワーパッチキッズ、アメリカのお菓子のグッズもなってます。ここにパッケージ後ろから綺麗に開けて、飴砕いてティッシュを丸めて入れました。ここはペッツゾーンになっております。ダーッとペッツがあります。飾る時のポイントがあって、画鋲が見えないようにしたくて、ちょっと平べったい画鋲を刺して上からかぶせる感じで飾ってます。ペッツの大きさ的にはまらない部分があったので、この一列はちょっとペッツじゃなくてパンコポップっていうおもちゃがあるんですけど、そのキーホルダーちっちゃいバージョンをわーっと詰めさせていただきました。一応サイズ感も違うものをつけてて、上がスーパーとかで売ってるペッツで、下がプラザさんとかで売ってるようなペッツになってます。パッケージが若干違うので、うまくはまるようなものを使ってます。ここがルーナの部屋で一番物の量が多いスポンジボブゾーンになります。ここは本当は勉強机でした。ちっちゃい時から使ってた勉強机で、ここに本棚とかあったんですけど、それを改造してスポンジボブコーナーにしちゃいました。もう見ててハッピーな気持ちになる世界観が大好きで、一緒にふざけたくなるから大好きです。でも特にお気に入り、意外とこのイカルドのクロックスです。なかなかないデザインじゃないですか。このまんま顔があるとか、これがめっちゃ最近お気に入りです。このファグラーの
スポンジボブがあって、普段こんな可愛いスポンジボブがこんな感じでグロ可愛いスポンジボブになっちゃって、でパトリックがだいぶやばくて、この子がパグラーになるとこうなります。目とかがやばいです。この辺はもうキーホルダーがジャラジャラとついてます。あとはスポンジボブに出てくるグーフィーグーバーパフェっていうパフェがあって、それのバッグとかも結構お気に入りです。その紐にいっぱいジャラジャラとキーホルダーをつけてます。あ、ここもパグラですね。ちっちゃいバージョンもあって、ゲイリーとかもだいぶひどくなってます。あ、ひどいですね。これが大好きです。この上がファンシーゾーンになっております。ケアベアさんとかバービーとかファグラーさんとかちょっとファンシーな夢かわ系がこのゾーンになっております。あとはトロールさんがめちゃめちゃいるのがいっぱいいます。あとはシリアルとかも飾ってます。シリアルの箱言いづらいんですけど、ここの2点がシリアルの箱になってます。右側は上がもういろんなキャラクターさんがごちゃごちゃといる感じで、下はドレッサーになってます。で、特にお気に入りのコーナーがシンプソンズコーナーになってます。ちっちゃい子たちいるんですけど、去年の動画であげたんですけど、アドベントカレンダーで出てきたものたちです。で、特にシンプソンズの好きなキャラクターがクラスティで、クラスティの人形も真ん中にドドンといらっしゃいます。箱のままの方が可愛かったので、箱のまま飾らせていただきました。ここは上の段からセサミストリート、マックのおもちゃさん系で、ルーニートゥーンズ、テレタビーズ、絵本みたいな感じになってます。同じキャラクターさんでまとめたりしてコーナー化してます。このエリアで一番好きなのがここにある絵なんですよ。これが彼が描いた絵で、この絵が大好きで飾らせていただいてます。テレタビーズが喋る子がいて、これも、リプシーさんなんですけど、お腹を押すとこんな感じで喋ります。人形系が好きですね、結構テレタビーズは。ポップマートさんってわかりますか？ラブブとかの。そこから出てるテレタビーズのおもちゃなんですけど、このヌーヌーさんがレアなんですよ。コンプリートボックスを買っても入ってるかわかんない。この子を買いたくて8000円ぐらいかけました。で、このトレカ入れが布になってたので、ワッペン貼れるかなと思って、アメトイ屋さんでいっぱい集めたワッペンを貼ってみたのがこう3冊あります。で、これも動画に貼ってるとこ載せてるんですけど、この1冊は全部ストレンジャーシングス。ちょっと入ってないとこもあるんですけど、で、このストレンジャーシングスのトレカで一番好きなのが、これがなんと 3D になっていて、エディが見えるんですよ、割れ目から。エディおはようっていつもやって起きてるんですけど、上のポスター。この辺は、ミニーちゃんとか、可愛いファンシー系っていうのかながあったりとか、ディズニー系ですね、この一冊は。アリエルとか、アリエルが大好きで。ハッピーゴーラッキーさんっていうアメトイ屋さんが高円寺にあって、そこ結構トレカが強いなというのは思います。アメトイ系の。こっちはちょっとホラー系がたくさん入ってて、グロ可愛いのが好きって言ったと思うんですけど、ガーペッチペイルキッズっていう、これとか見たことありますか？お菓子のチートス。こういう感じで気持ち悪くなってる。目玉が飛び出してるとか大好きなんですよ。こういうの、目玉ビーって飛び出たりとか、なんか集めたくて集めたってより、で気づいたら増えてって3冊までいっちゃってたっていう。これはなんか集めると一つの作品になる。全部集めたら一つの映画になる。全部シーンになってる。次は T シャツとかお洋服コーナーがここにあります。ちょっとお洋服屋さんみたいにしたくて、わざと扉とかつけずに見せるスタイルにしてます。特にお気に入りの T シャツは、やっぱりストレンジャーシングス大好きなので、ヘルファイアクラブの T シャツがお気に入りです。一番初めて派手なアメキャラな T シャツを購入したのがこの1枚だったので、これお気に入りです。裏表同じマービンが写ってるんですけど、ストレンジャーシングスが大好きすぎて、アメリカのアトランタに行って、アトランタがストレンジャーシングスの撮影地なんですけど、その撮影地で購入したT シャツもお気に入りです。スーパーで購入しました。ストレンジャーシングスで出てくるスーパ
帽子も古着屋さんとかで購入するんですけど、ET の帽子がお気に入りです。これはユニバーサル・スタジオ・ジャパン。これで普通に街中歩いてます。お洋服の上がストレンジャーシングスゾーンになります。ストレンジャーシングスゾーンなんですけど、こだわってんのが、ここをわざと適当に置くバッジとかキーホルダーをボン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 って置いて雑な感じに飾るっていう飾り方をしてます。サーファーボーイピザっていう実際に出てくるピザ屋さんのピザの箱。これめっちゃお気に入りです。で、こっからも全部わーっとストレンジャーシングスなんですけど、めちゃめちゃお気に入りゾーンが3点ほどあって、ここの壁です。ここの壁はこう飾るものじゃなくて本当はタロットカードです。タロットカードをまんべんなく適当に貼って飾りました。で一応ウィルのお家を再現する感じでライトをつけてます。ABCD って書いてある壁あるじゃないですか。その壁を意識してもうライトちょっとつけてみてます。フライングタイガーさんで購入しました。フライングタイガーさんこういうちょっと変わったライト多いので、そういうのをちょっと使ってみたりしてます。もう一つお気に入りの商品があって、こちらのストレンジャーシングスの仕掛け絵本です。特に一番好きなのがデモゴルゴンが出てくるっていう仕掛け絵本で、全ページがこんな感じで飛び出す式になってます。これめっちゃお気に入りです。すごいです。全ページがこんな感じです。これは海外の方がめっちゃ SNS で海外の方が開封している動画とか見るんですけど、それで紹介されてた商品で2万円ぐらいで Amazon かどっかで探し当てて購入しました。日本では売ってないです。こちらが宝物の写真になっているんですけど、11ミリー・ボビー・ブラウンさんとエディ役のジョセフ・クイーンさんにお会いした写真です。これはコミコンっていうのが毎年2回ぐらい開催されてたんですけど、そこで来日してくださって一緒に撮った写真になります。で、彼氏も好きなので一緒に撮りました。これも一生の宝物です。ポスターがシーズン1からシーズン5のポスターになってます。全部ちょくちょくシーズン3に出てくるコスチュームだったり、シーズン4に出てくるコスチュームだったりを飾ってます。ハロウィンとかで着てます。上にファンコポップがドワーッと並んでます。これはちょっと斜めにしてちょっと見える感じにうまく飾ってます。この窓をうまく使って物を重ねてみたりとかしてます。本当はここカーテンがバーってあったんですけど、それも全部取り外しちゃってポスターボンボンと貼ってます。このラグマットとかも結構お気に入りです。ストレンジャーシングスのこのコーナーで特にお気に入りなのがこのボックスなんですけど、これがコレクションボックスになっていて、ドラマに出てくる小道具とかが入ってます。例えばダスティンの日記なんですけど、中が細かく描かれていたり、こんな感じでスクーパーホイのメニューが入っていたりとか、本当に小道具がたくさん詰まってます。これなんか地図とか本当にいろんなのが入ってます。こういう感じの地図とか、猫さんがいなくなっちゃうじゃないですか、そのポスターとか、ビルが描いた絵とか、本当にいろんなのが、探してるポスターとかも入ってます。シーズン5の時にファンイベントが開催されていたんですけど、その時に実際にキャストさんからサインをいただいたものになります。これはもう本当に一生の宝物です。このライトがこういう感じで光って曲も流れるっていうハイファイアのライトになります。ケアベアさん、日本では売ってないですけど、ケアベアさんとストレンジャーシングスのコラボの人形、ここバーっといます。足にワッフルついてたりとか、これ11なんですけど、足にワッフルついてたり、鼻血出てたりとか、もう超可愛いです、細かいところが。色ついてるやつは全部切って、サイズ合わせて、塗ってつけるっていう感じです。お店で買うときは、原宿だったら、おもちゃ屋スパイラルさんっていうお店屋さんで、高円寺だと、ハッピーゴーラッキーさん、ノットアトイさんがめっちゃ大好きです。あとは、埼玉にある
カンチハウスさんも大好きです。最近だと通販のトイラビさんっていうおもちゃ屋さんがあるんですけど、オンラインで販売してるお店なんですけど、ここら辺は結構そこで購入しました。この子とか結構日本で売ってないものとかが購入できます。あとは新品のものだとプラザさんとビレッジヴァンガードさんめっちゃ行きます。おすすめです。コーナー的にはキャラクターさんではストレンジャーシングスはストレンジャーシングスコーナー、 ET は ET コーナーでまとめてて、棚とかはこうある程度サイズを確認した上でこう自分で作ったりしてます。段を気にしてますね。大きいものからちっちゃいものとかそういうのを意識して遠くから見ても素敵に見えるようにしてます。でも海外のインフルエンサーの人が開けてる動画を見て、これ欲しいって思ったら Amazon とかで調べるとかもあるんですけど、 X とか Instagram で公式さんをフォローする、ストレンジャーシングスの公式フォローするとか、スポンジボブの公式フォローすると情報がすぐ入ってきやすい。4年前とか本当に彼氏と出会ってから一気にもう加速していった。なんか可愛いものを集めるのが大好きで、アメトイというよりは自分が好きって思ったものを部屋に置いてる感じでした。近くで見て、本当は最初こんないろんなものがある部屋じゃなかったんですけど、だんだん一緒にいて趣味も合うんで、自分はスターウォーズとかマーベルとかが好きで、彼女の部屋とはまたちょっと違うものを、こんな量は多くないんですけど集めていて、それで2人でよくアメトイ屋さんとか雑貨屋さんのイベントとかがあるので、それに一緒に行くようになってこの部屋が出来上がりました。で、このモジョの、ぬいぐるみなんですけど、一緒にゲームセンターに行った時に見つけて、モジョのぬいぐるみってあんまり出てなかったんだよね、その時。最近はちょくちょく見るようになったんですけど、全然見たことなかったモジョのぬいぐるみがゲームセンターのクレーンゲームにあって、でこれを一生懸命、あんまりクレーンゲームやらない2人が頑張って撮って、これ撮れた時は感動しました。自分のテンションを高められる存在、自分が好きなものに埋め尽くされてると、なんか朝起きても可愛いし、寝る前も可愛いっていうこのループができるから、そこはちょっと魅力的。アメトイじゃなくても自分が好きなものを集めるっていうのは魅力的だなと思います。これからも多分一生こういう部屋に住み続けると思うし、自分の人生をより豊かにしてくれる最高のアイテムです。